どうも、ベトナム在住の内津です。スーパーカブの方ね、今日もちょっとフロントフォークじゃないや、フロントタイヤのことをね、いろいろやっていきたいと思います。これね、前回チューブレスタイヤはめることができて、で、2日経ってます。空気圧の方ね、念のため確認しておきます。減ってないですね。3キロあるまんまです。で、問題はないと。それでですよ、今回何をしたいかっていうと、この、ホイールね、本来であればこっち向きですよね。こう回るのかな。回転方向が向こうなんですけども、これってね最近の株のキャストホイールなんですよ。で、何かっていうと古い株はね、ブレーキパネル、ブレーキプレート、ブレーキパネルか、ブレーキパネルがこっち側にあるから、逆向きにね取り付けをしないといけないんですよ。ちょっとあんまりいいことじゃない気はするんですけども、まあベトナムではねよくされてて、そんでねもうそのつもりでいるんで、タイヤのパターンはちゃんと、向こうが回転方向になってます。なんで、向きをね逆にすればいいんですが、こいつがねもう一個問題があるんですよ。このシャフトですよね。こいつです。これね今のスーパーカブって K が 12mm あって、まあここも12なんですけども、古いやつはね 10mm しかないんですよ。これですね。で、何かっていうと、こういうね、筒作ってもらってるんですよ。これをねこの中に入れて、これ圧入しないと入んなかったんだな、案外ね。この細い 10mm のシャフトをね入れれるようにするんですけども、それをするにあたってね、このセンターにある筒、これもね入れ替えなきゃいけないんで、一旦ちょっとベアリング抜きたいと思います。これはねベアリング別に傷んでないんだよね。これ確か方向があって、どっちからかしか筒が抜けなかった気がするんだけども、多分こっちで合ってんじゃないかな。まあこれをね抜いていきたいと思います。使うのはねこのベアリングプーラーでいきます。いつものショックドライバーで引いちゃうとねベアリングが傷むんじゃないのかな。これだよね。あと抜いていくだけなんだけど、穴痛めたくないんでねヒートガンで温めながら抜いていきます。ヒートガン使ってね温めながらじゃないや、温めてから抜いてみます。こんなもんでいいかな。ベアリングのねシールが樹脂ゴムなんでね、あんまりやりすぎても良くない気がします。これで抜いてきゃね、こっちを止めるのか。違うこいつを止めてこれを回すんだな。使ってないと使い方忘れる。抜きました。でこいつもこれどっち側からでも取れるのか。
ね、取り外しました。さあベアリングをね外していきます。ね、これ問題ないんですけど、ないんですけどというかないから、再利用するんで、一旦ね冷凍庫に入れていきます。あ、それでこいつ見とかないと。もともとついてたやつで今回入れるやつ長さ一緒ですね。だからこいつをね入れれます。これ今動画止めた時に気がついたんだけども、空き缶入れてあったのか。穴ゆるゆるじゃん。いや、今気がついたのは、ここはね、かなり叩いた跡があったんで、緩くないのかなと思ったんだけども、それ以前にね、こうやってなんだ、空き缶切ったやつ挟んでありました。ってことは、穴ゆるゆるなんじゃん。ゆるゆるか。空き缶入れたくないんだよな。どうしようかな。ちょっと周り叩こうかな。同じことなんだけどね。このキャストは私が買ったやつだけども、もう20年以上前なんだよね。確か4000円とかそんな金額で、4000円というか50万ドンだったんですけどね。で一旦僕の手元を離れてまた帰ってきたんだけど、うわーどうしよっかな。いや、空き缶はやめようね、やっぱね。ちょっと周りを叩きます。よし。まあどっちにしてもベアリングはね冷凍庫には入れた方がいいのかな。とりあえずベアリングはね冷凍庫に入れてきたんですが、もう気休めですね。なんせここをねこのセンターポンチで叩いていくんで、もうこれをするってことは圧入しかできないんですよ。いや、ずいぶんね叩いてガタガタにしました。映んのかな。こんな感じですね。ベアリングの方はねまだ冷凍庫に入れて10分ぐらいしか経ってないんですけども、今回叩き入れするしかないんでね、周りガタガタにしたから。で私ちゃんとした叩き入れの工具持ってないんですよ。いつもスルッと入ることを前提にしてるんでね、入らなかった時にこれ使ってるんですが、本来これでね叩き入れるのってダメなんですよ。何かっていうとね、中に筒があってベアリングがあって、ここを叩く時に内側をね叩かなきゃいけないんですよね。こことうまく当たるところ、ベアリングが当たるところで止めなきゃいけないんで、これで叩いちゃうとね外側叩いちゃうんで入りすぎて硬くなるとかあるんですけども、まあもうそれはね感触でいっちゃいます。でこれを入れ忘れちゃいけないんだよね。入れ忘れたことあるけどね。よいしょと。それでよ、一応念のため温めてからね入れたいと思います。気休めですけどね、いつもみたいに3分間、熱してみます。
ベアリングね取ってきました。叩かんと入りません。少し動く感じ。あとはね組んでから微調整します。ベアリングの方ねはめたんで、あとはこいつもちょっとタッチアップしていきますかね。ちなみにこれ何してたかっていうとね、中の筒がね少し動く感じの感触を見ながら入れてたんです。じゃあねアルコールで、掃除して、またタッチアップしておきます。いやもうねこれは塗装し直した方がいいレベルだったんですが、とりあえずタッチアップしてみました。今回ね最後にフロントフェンダー色塗って終わりにしたいんですが、このコピー部品はねバリがすごいんで、ちょっとここら辺切っていきます。それでね、この材質塗料が乗りにくいんでね、半分悪あがきみたいなもんですけど、サンドペーパーでね表面慣らしていきます。もう120番粗いやつでねいっときます。こいつならね表面ねかなり粗くならしたんで、これなら少しはね塗料が食いついてくれるのかな。それじゃあいつものようにねアルコールで掃除してから色を塗っていきます。これでねとりあえず1回目塗装完了です。2回目はねまたビデオにしないでやっておきますが、ただちょっと120番のサンドペーパーはねさすがに粗すぎたかもしれません。もう1回見ればそれなりにごまかせるんじゃないのかな。とりあえずね今回はここまでです。それではまた。